ちは。引っ越しで書道家の清水勝信です。今回は字形の整え方のシリーズの第6回ということで、3つのパーツからなる文字について解説します。それではよろしくお願いします。はい、3つのパーツからなる文字の1つ目が縦にパーツが並ぶ場合です。こういうことですよね。1、2、3、大体同じぐらいの大きさだと思ってください。なので真ん中のパーツがちょうどこのセンターライン上に来るようにするとバランスが取りやすいかと思います。ついでにこの術を解説すると、行構えがあるんですが、この真ん中のパーツは行人弁よりも少し上で終わります。で、ここ僕止めてるんですけど、標準では払うですよね。でも止めた方が僕はバランスが取りやすいので止めてます。こちら右側のパーツなんですが、少しね、下側に書いて、こちらも下側に終わらせます。段差をつけるということですね。で、この字、実はね、誤字にしやすい字で、この点をね、忘れちゃうことがあるんですよ。なので注意してください。それが術になります。次5音ですね。で、これ行人弁があって、真ん中のパーツ右側の、割り符があります。で、これが同じぐらいの大きさということですね。で、こちらの字の解説をすると、行人弁に対して真ん中のパーツが少し上で終わってます。で、右側のパーツは逆に下、こちらも下側になってます。さっきの術と同じような、段差をつけてます。それがね、音です。3つに並べる字の3つ目が、この社ですね。感謝の社。で、これがね、1、2、3の3等分だと思ってください。で、この字のポイントなんですけれども、この字は、この3つのパーツの下をね、揃えます。ちなみに、この言弁の口はね、少し上に来るんで、少し伸ばしてあげるんですよね。でね、バランス取ってます。で、上側は、上2つ、こちらの2つのパーツが揃ってて、この寸だけちょっと下に来てます。で、この字ね、画数多いんで注意しなきゃいけないんですけど、このみ、しんが、このちょうどセンターライン上に真ん中に来るように、注意してください。これがね、しゃという字です。縦に3つのパーツを並べる文字の作例の4つ目がこの10ですね。で、これも同じように3つ3等分だと思ってください。で、これの書き方なんですけれども、ここ揃います。木偏とこちら進んですね。で、真ん中のパーツだけ少し上で終わらせます。で、こちら、木偏よりね、若干低いぐらい。さっきの社と一緒ですけどね、だと思ってください。で、このパーツ、ここ画数多いですよね。ので、少しコンパクトに書いた方が書きやすいかと思います。それがね、10です。
3つのパーツからなる文字の2つ目なんですけども、横に3つのパーツを並べる文字になります。で、その作例の1つ目がこの草なんですけれども、ここですね、草冠と火と十で3つ。で、だいたい3等分だと思ってください。完全な3等分にはならないですけどね。なんとなくいいです。3等分になるようにしてください。で、この草なんですけれども、書き方のポイントとしては、草冠は草冠。このセンターラインに対してこういうとこね、ちょっと今、これが右が来てるんだけども、だいたい均等。こういう距離も均等。で、ここも、ちなみに火はね、気をつけなきゃいけないのが、毛筆とか筆ペンで書くときは、ここに太さ出ますよね。この分太さが出ちゃうので、中を均等にすると思ってください。はい、そして10はね、これもちょっと書き方にポイントがあって、左側を長くするつもりでちょうどいいです。ここ止めが来ますよね。止めがあると重心がこっちにかかるので、そのバランスを取るために左側を長くすると思えば分かりやすいかなと思います。はい、それが草の書き方です。横に並べるパーツということで、2つ目が「い」ですね。で、これ立つと火と心なんですけれども、均等が大前提とするんですが、この立つがね、ここに点があるっていうのもあるんですけれども、少し火よりも幅取りますので、若干火が下に来ますよね。そして心ちょっと縦に潰したような形で入るというふうに思ってください。で、ちなみにこの心なんですけれども、ここね、下揃います。で、ここ、少しね、左の点が外側に行ってますけれども、だいたい均等だと思ってください。で、ここ羽の位置ですよね。羽の位置なんですけど、この点のね、間なんですよ。これ気をつけなきゃいけないのが、活字って、心って多分ね、こんなんじゃなかったっけな。こんなんかな、活字の場合。活字と手書きは心は全く字形違いますので、ちょっと注意してください。それがね、いいです。はい、横に3つのパーツを並べる文字の作例の3つ目なんですけれども、竹ですね。これはね、均等というわけにはいかないです。木がどうしても大きくなります。見方によってはこの竹と木の1対1とも言えますよね。文字によってということです。で、この文字の書き方のポイントなんですけれども、まず、これ左側のパーツと右側のパーツで右上がりの角度を変えてます。こういうことですね。で、これ竹冠だけではなくて、こちらの文字、こちらの部分も右上がり強く弱めるっていうことをやっています。そしてこの木なんですけれども、普通にね、こうやって木で書いてもいいですし、こういう穂の形で書いてもいいです。で、穂で書く場合は、もうちょっとね、こう縮めます。上をだから少し大きめに書いてあげた方がいいです。木の普通の形の場合は少し長めに書くんですけど、穂にする場合は若干縮めてください。で、僕今ね、この左右の払いを一番長くしてるんです。こう。だけど、穂にした場合は逆にこれを一番長くします。この横角を一番長くします。そういうね、ちょっと書き分けが必要になります。普通はこっちなのかな、どっちがいいですかね。それも好みになりますけれどもね。それが竹の書き方になります。はい。以上、3つのパーツからなる文字を、2種類ですね、今回は解説していきました。
この3つのパーツが並ぶ文字っていうのは画数が多い文字が多いんですね。なのでね、文字としては非常に難しいと感じることが多いかもしれません。でも今回みたいにそのパーツとして分けるってことを考えていくと、比較的楽に書けるようになるかなと思います。はい、以上参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。